日本人女性が外国人女性に対してどう思っているのか聞きたい。日本人の女性は彼氏が風俗とか行くの許せますか？ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今日はゲストが来てくれています。日本人の友達のはるかちゃんです。はるかです。お願いします。よろしくお願いします。はい、私今台湾に1ヶ月ぐらい旅行に来ているんですが、その間にはるかちゃんが今回5日間遊びに来てくれました。今日は台湾で流行っている料理を食べながらはるかちゃんといろいろ話したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんは日本文化理解とか日本人理解とかにこの動画をぜひ使ってください。で、今日来ているお店はここリャオミン、この酸菜魚が有名なお店ね。このフルーツのお茶頼んだらめちゃめちゃ美味しかったね、日本人好みの味かな。はい、ご飯が来たので食べながらいろいろ話しましょう。はい、お魚トマトとトマト、あと豚肉ちょっと入ってるよね。そう、いただきどうぞ。ます。はい、美味しい。美味しい。よかった。辛くない？全然全然辛くない。よかった。マイルドなマイルドな味。酸っぱい？そんなに酸っぱくもない。そう、酸っぱいの好き？酸っぱいの好き。おお、そう。酸っぱいの好きな人はね、本当に来て食べてみてほしい。日本人も。昨日インスタグラムで日本人女性に何か質問ありませんかっていうのをフォロワーさんに聞いたので、結構面白い質問もそうたくさん来たので、ちょっとねはるかちゃんにそれを聞いてみたいと思います。ちなみにはるかちゃんは何歳ですか23歳です。そう、23歳。今年 23？ 3月が誕生日なので今年 23？かな。そう、そういうこと今年23とはるかちゃんと年齢の差があるので、多分考え方もちょっと違うと思う。私も今の若い日本の女の人の状況を知りたい。協力をお願いします。一意見として一意見として、そう前提としてはね、いろんな人がいるから、日本人女性がみんなそうだよっていうわけではないのをまずは知っておいてください。ちなみにはるかちゃんは4年ぐらい中国に住んでいたことを。小学校1年生から4年生の間まで中国の上海に住んでました。じゃあまずね、1つ目、日本人の女性はどんな男と結婚したい？その人自身がちゃんと自分の意見を持ってる人。わ、なんかちゃんとした答えだね。お金とかじゃなくてお金はまあ前提として前提としてね、お金とか優しさとか、そうかそうか、お金優しさは、前提として困らない程度に兼ね備えていて、プラス不可欠なものはその人がちゃんと自分の意見だったり将来のゴールを持ってるか。でも日本人の男の人ってどうなの？分かんない。その日本人のっていうとあれだけどね、そうそうそう。いや分かんないけど、印象としては意見持ってない、結構あやふやなまま生活をしてる人が多い印象。日本人男性？日本人か日本人がでかくなっちゃう。でも分かる分かる。日本人って目標ない人、社会人になってからかな。社会人になってから人生の目標ない人、なんか楽しみがない人はちょっと多いかもって思う。他の国見てるとね、どうだろう、分かんないけど日本人女性が外国人女性に対してどう思っているのか聞きたい。この人は最近ワーキングホリデーで日本で働いているらしいのね。日本人の同僚、一緒に働いている子がなんか自分のことを怖がってる感じがする言語らはしい。そう、言語だよね。コミュニケーションが取れないとってなっちゃうよねもしどちらも英語は喋れたんなら、まあ問題ないか。それは問題ないな。でもこれね、中国語とそう多分日本語だから、なんかさ、やっぱ日本人ってコミュニケーションのズレがあるとさ、日本人同士でもちょっとさ、すっごい気まずくなるじゃん。みたいになるじゃん。ちょっと待って、それってどういう意味ですかみたいな。例えば好きな食べ物何って聞いて、向こうがさ分からなくて、明日も働きますとかさ、的外れな答え返ってきたらさ、ちょっと
ってなるよね。なんかちょっと会話やめとこうかなって思っちゃうね。私はさ、もう中国語も話せるし英語もちょっと喋れるから、なんか外国人体制はさついてる方だけど、いやでもやっぱりこの外国人体制がついてるかどうかで対応が多分まちまちになっちゃうと思う、この人は外国人でコミュニケーションを取ろうっていう気持ちがある人だったら別に喋れるし、日本人多分外国人体制がついてる人があんまり多くないから戸惑いの方が勝ってる日本人は多分多い。怖がってるっていうより多分戸惑ってるんだと思う。多分だから日本語をもう本当に勉強すること、コミュニケーションがスムーズに取れるように日本語を頑張るか、もうくじけないですごく話しかけるかその子に外国人体制をつけさせてあげる、それはこの子喋りたいんだって思ったら、日本人も肩の力が多分抜けるはず、日本語そんなに上手じゃないけど面白いなとか分かったら心開くと思うんだよね。どうだろう。いや難しいんだよな、それが難しいんだよな。日本人女性は積極的に告白をしますか、それとも相手に告白させるようにアピールしますか。するかも。告白はしない？しない。わかる。私も告白はしないけど、あなたのこと気にしてますよっていうアピールはする。それで自分アピールして相手から何も返ってこなかったら、なんかそれまでって感じじゃない？それまでじゃあ次ってなるよね、日本の女の人はもう全身脱毛しているんですかと。そういうイメージがあります。本人は自分は脱毛行ってます。言ってるんだ、意外だった。私あんまり興味ないと思ってた。お母さんが行けって、なんで？わかんない。お母さんが行けっていうの？私はもうしなくていいやって思ってたけど、したらって言ってくれて、お金も払うよって言ってくれたからした。今も行通ってる？どの頻度で？2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか。全身やってもらうの1回で、でも周りの友達も結構行ってる人の方が多い。話した時に脱毛行ってるとかそういう話になる。脱毛の話になるんだ。この外国人が台湾の人そんなに脱毛しないから、顔は可愛いのに腕に毛が生えてたりするのね。結構外国の人が毛生えてたらどう思いますかっていう質問があった。ちょっと日本にはないからびっくりさ最初見た時は私も結構びっくりした。今日朝びっくりしたもん。脇毛が、もう何にも処理されてない状況だった。ホステルの人が何も処理してないのが許される世界なんだって思った、日本じゃ許されないよね。許されない世界だから日本は。今なんて男の人もさ、なんか脱毛始めている感じじゃん。日本だとツルツルにはしないけど薄くするためにちょっと脱毛通うとかさ、男の人もさやり始めてるじゃん。日本人毛に厳しいよね結構ね。What are some unique beauty standards for women in Japan？ 日本だったらさやっぱり美白、目が大きい、痩せてる。さ外国だとお尻大きい女の人とかさ結構美しいってか綺麗って思われると思うんだけど、日本ってさお尻大きいのは違うよね。そう聞いたことない。どちらかというとこっちだよねそうこっちが好きな人多いよね。女性から見る女性と男性から見る女性もまた違うのかもしれないけど、日本人の女性は彼氏がその風俗とか行くの許せますか？許せる？いや私は許せないんだけど、でも最近ドラマで見たのが、結婚して5年10年ぐらい、でもう女の人はもう性欲なくなっちゃって、旦那さんに外で性欲発散してほしい、もうそれでいいみたいな。そういうドラマを私最近見たの。本当にと思って、体の関係って大事だなって昔より思うわけ。なんかさ思う？なんか高校生の時はさ、性的な目で見られてちょっと気持ち悪いとかさ、わかんないけど、大学生の時なんてさ、大学生の男の子の方が性欲やっぱ強いじゃん。差があるから毎回求められても嫌なんだけどみたいな。私はそれだけの関係ですかみたいな。わかります。いやもう全く同意見思ってたんだけど、外国
行って外国の彼氏とかと付き合って外国のさなんかこうスキンシップ外でもスキンシップしてる様子とか見ると、あやっぱ体のスキンシップって大事だなって思うから、さっきのねドラマとか漫画の話には同意できなくなってる。いや同じです多分日本人の女性は、そこまで大切にしてない人も多いと思うっていうか、私の前のマインドではそうだった、ちょっともう辛いなっていうのはあった、何年か続けちゃうともういいかな、じゃあちょっともう外でとか思ってた？全然思う。自分じゃなくてももういいからちょっと辛いなっていうのはあった。今はないけど前はある。じゃあこの質問はもしかしたら長く付き合っていれば風俗行ってきてもいいよっていう日本の女の人は多いかもしれない。かもでも周りの友達とさこんな話しないから実際どうなのか分かんないけど、意外といるのかもしれない。その性のところについて日本人女性は淡白になっちゃう人も、それ私男の人も悪いと思う。なんかさ日本人の男の人って愛情表現が足りないじゃん。こっちだってさなんか愛情表現がいつもあって愛されてるっていう感覚がさいつもあって求められるならさすごいいいんだけど、日本人の男の人って普段さ愛情表現しない代わりにさなんかやらせろみたいな感じじゃない？いやわかります。わかる？したくなくなる。そうしたくなくなるんだよね。日本の男の人がこの動画を見ていたらぜひ参考にしてください。この時代に日本の女性が結婚したら仕事を続けますか？専業主婦になりますか？どっちが多いですか？今多分境目なのかなって私は勝手に思ってて。わかる、境目かもしれない。すごい境目だと思ってて、半分半分。専業主婦の時代は脱却して、今女性が働き始めてて自分がついていくっていう専業主婦の時代はちょっと廃れ始めてるけど、でも昔の風潮としてはそれがあるからどうしようかな。時代の変わり目。自分は働き続けたいけど昔の風潮に流されるか自分の今の道を行くかどうするかっていうなんか挟まれてる感じだね。ちょっと働きたい気持ちはあるけどでも専業主婦っていう風潮もあるし、子供が生まれたらお母さんが育児するみたいな風潮もあるしどうしようかな両立できるかなみたいな憧れてる人も少なくはないよね。いるよね。専業主婦になりたいっていう人結構多いと思う。はい、じゃあ最後の質問。台湾の男性のイメージわかんないからそう昨日来て台湾の男性だなっていうのをチラチラ見た？なんとなく分かった？第一印象でいいよ。だから今回はもう台湾に来て台湾の男性を見た第一印象。優しそう？でもさ日本人の優しそうってさ若干そうなんか悪口じゃないんだけどさ裏の意味があるよね。なんていうの、優しそうってさイコールかっこよくないっていうごめん台湾の人たちごめん。違うタンクトップ着てるおじいちゃんとか、お兄さんとか多い。かわいいかっこいいかわいいかっこいい、屋台とかにいる夜市日本では絶対タンクトップの人って見ないじゃん、なのでかわいいと思いました昨日も言ってたね。そういえばめっちゃかわいいかっこいい。私さ最初台湾に来た時思ったのがメガネ率が多い、そうのと髪型が大体同じ。あと着てる服装もさそんな T シャツ短パンでしょ。T シャツ短パンとか T シャツメガネ動きやすい服装の人が多い。はい、それじゃあ今日は台湾で流行っている料理を食べながらはるかちゃんといろいろ話をしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんも面白いと思いましたか？面白いと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。これが一応 1,2 人前、多いよね。1人前では1人前ではないよね。これどこに予想なんですか？もう適当に台湾の人本当に何も気にしないから適当に食べてほしい。なんかスープだからお椀なのかなって思ったら違う。还有一点点可以吗？